はい、磯地ギターです。今日は、掲示とシステム、プラスミニコード、プラススケールの練習方法の解説をしていきます。皆さんは、このコードに対して、いくつのコードフォームが思い浮かびますでしょうか？掲示とシステム、プラスミニコードで解説をしているのは、おそらく私が初めてじゃないかと思います。よければ最後までご覧いただければと思います。まず、掲示とシステムとは、指板全体でコードやスケールを自由に弾けるようにするための、考え方です。掲示とシステムというのは、C、A、G、E、D、こちらの、開放弦を含んだ5個のパターンを、移動させて、他のコードにした、フォームになります。今、先ほど紹介した開放弦を含んだ C、A、G、E、D の5つが弾ける方であれば、実はどのコードに対しても5つのコードパターンを常に身につけているんです。この5つのパターンがあります。開放弦を含んだコードの形をもとに、指板上のすべてのポジションで、フォームごとにコードが弾けるというようなツールになります。C に置き換えますと、まず C のフォームですね。次に A のフォームで C。次に G のフォームで C。次に E のフォームで C。次に D のフォームで C。同じ C ですけれども、音の響き方が違いますよね。はい。掲示とシステムの特徴は、音の響きを5つのパターンに変えることができます。また、アプローチ力がつきます。それから、スケールと紐付けることができます。アプローチについては、例えばこうです。このように、掲示とシステムで覚えて、スケールを紐付けていくと、アプローチがつけられるようになります。アプローチというのは、コードとコードの間に、曲の中で違和感なく音をつなげていったりとか、ちょっとおしゃれにしていったりとかすることが可能です。で、今日はそれにプラスミニコードを紹介していきます。ミニコードというのは、こういった3弦、2弦、1弦で作成するコードです。前回の動画でリグリッドコードトーンを一緒に覚えるという動画を上げたんですけれども、ダイアトニックコードをミニコードで置き換えることが可能です。はい。今使ったミニコードはメジャーとマイナーとハーフディミニッシュになります。これがまず掲示とシステムプラスミニコードになります。そして、ここに、スケールを紐付けていきます。続いて A のフォームで。続いて G のフォームで。続いて E のフォームで。最後に D のフォームで。そして、ミニコードで。で、この検出システムって5つのコードパターンが分かるようになったってだけじゃなくてですね、リードギターを弾いているときに、コードからアプローチをすることができます。例えばこんなんですね。簡単なものですけど、こういったアプローチを増やしていくことが可能です。なので、検出システムは身につけておくと役に立ちます。また、今回のご紹介した練習方法を続いて D のルートで練習をしていきます。次は A のフォームで A。次は G のフォームで。最後に D のフォームで。それとミニコードで。はい。こういったように、掲示とシステムプラスミニコードプラススケールで練習をしておくと、アドリブ力だったり、アプローチの方法が増えます。
また、コードの形によって音の響きが変わることで、曲に合わせた響きのコード、弾き方を探すことが可能です。例えば今このミニコードで弾いた音と普通に C を弾いた音、全然音が違いますよね。すごく高い音、低音が出てる音。はい。芸術システムのメリットは3つあります。まずはアプローチが増えること。それから、音の響きを変えられること。それからスケールに紐付けて覚えることができることです。G のフォームで。続いて A のフォームで。続いて G のフォームで。続いて E のフォームで。最後に D のフォームで。そしてミニコードで。次は A のフォームで A。次は G のフォームで。最後に D のフォームで。それとミニコードで。よかったら、はい、この練習方法を取り入れてみてはいかがでしょうか。またこの動画がいいと思いましたら、いいねやチャンネル登録などよろしくお願いいたします。それから音楽理論の講座を12回に分けて、今後配信していく予定ですので、良ければそちらもご視聴いただければと思います。